りょうでございます。皆さん、関東で濁り湯といえばやはり草津温泉、そう思いますよね。でも実は栃木県の那須にも知る人ぞ知る本格的な硫黄の温泉があるんです。その名も那須湯本温泉。1300年以上の歴史を持ち、 pH2.4 という強力な酸性の湯が湧き出す、まさに名湯です。そして今回特別に撮影許可をいただき、なんと那須湯本の源泉鹿の湯さんの内部をじっくりご紹介できることになりました。さらに那須の源泉を育む荒々しい火山や源平合戦の英雄那須与一ゆかりの神社、伝説が残る殺生石、そして標高1900メートルの那須岳にも迫ります。グルメやテーマパークだけではない那須のもう一つの魅力をぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。アクセス方法は東北自動車道の那須インターチェンジを降りて那須街道を那須湯本方面へ北上すると約20分で到着します。那須湯本には無料の駐車場がいくつかありますが、観光名所の温泉神社や殺生石、そして鹿の湯さんすべてを回る場合はここ那須高原観光案内センター前の県営駐車場が広くて便利です。はい、到着しました。それでは早速鹿の湯さんへ行ってみましょう。ここ那須湯本はまるで時を遡ったようなどこか懐かしい空気が漂う温泉街。歴史を感じる板壁に渡り廊下、そして川のせせらぎ、すべてが昭和の時代へタイムスリップしたような不思議な感覚を呼び起こします。この川は正面に見える殺生石の脇を通って流れてきます。大量の硫化水素を含んでいるのか、川底が白く変色していますね。辺り一面には独特な硫黄の香りが漂っています。それでは中へ入りましょう。年季が入ったノスタルジックな雰囲気がたまりませんね。古い建物なのに館内はとても清潔に保たれていて気持ちがいいです。日帰り温泉ではありますが、たくさんの芸能人も訪れているようです。そしてこれからご紹介する温泉内部は素晴らしい日本の原風景を残しており、明治時代を背景とした映画ゴールデンカムイのロケ地にもなりました。主演の山崎賢人さんのサインもありますね。この建物は戦前の昭和16年に改築され、当時の面影を色濃く残しています。まるで時が止まったかのような空間。木造の天井から差し込む光、鼻先に漂う硫黄の香り、そして絶え間なく注がれる源泉。古より湯治客を癒し続けてきたまさに温泉の聖域です。これは映画のロケ地にもなっちゃうわけですね。男湯は湯船が6つに分かれていて、41度から48度までお好みの温度を楽しむことができますが、鹿の湯では腰まで1分、胸まで1分、首まで1分の入浴を繰り返す単熱浴という入浴方法が推奨されています。これによりのぼせや吐き気を防ぎ、温泉の効果を最大限に引き出すことができるようです。私は46度のお湯に挑戦しましたが、めちゃめちゃ熱くて1分と持ちませんでした。ですが、ぬるめの湯から超絶熱い湯まであるので、どなたでも楽しめる温泉です。鹿の湯では石鹸やシャンプーの使用は床が滑りやすくなるため禁止されています。こんな名湯を洗い流してしまうのはもったいないですよね。そして今回はなんと特別に女湯の撮影も許可いただいたのでお見せしちゃいます。女湯の方は41、42、44、46度の4種類の湯があります。そして一番奥にはめちゃくちゃ広くて雰囲気のいい大浴場がありました。この湯船の温度は42度で入浴しやすい温度が保たれています。湯殿を見下ろすように設けられた木の階段と欄干、見上げた湯煙の奥には湯治客をそっと包み込んでくれる日本固有の素朴な美が広がります。そしてほんのりと硫黄が香る柔らかな白濁の濁り湯。
泉質は pH 値 2.4 の強い酸性泉。刺激はやや強めですが、高い殺菌力を持ち、傷や皮膚病にも効果があるとされています。また酸性泉特有の角質を優しく落とすピーリング効果により、入浴後はお肌がスベスベに。さらにこの温泉の魅力は硫酸塩とメタケイ酸を豊富に含んでいる点。そのため保湿効果も高く、美肌の湯でもあります。湯船の中ではとろりとした滑らかさを感じ、湯上がりにはしっとりとした肌触りに包まれます。ただしお肌の弱い方や敏感な方は無理のない入浴を心がけてください。いやー、いい湯でした。そして本当にお肌がスベスベしていて、特に女性におすすめしたい温泉ですね。この名湯を育んだのは今も生きている那須火山帯。正面に見える岩がむき出しになった場所からは今も火山性ガスが発生しています。では次にこの温泉を見守り続けてきた神社を訪ねてみましょう。鹿の湯にかかる元湯橋を渡って山道を抜けると県営駐車場に戻ることができ、駐車場のすぐ近くに那須温泉神社の入り口があります。神社の入り口には金葉色の湯という足湯施設もあります。那須温泉神社、そして殺生石まではかなり歩くので、疲れを癒してくれるありがたい足湯です。屋島の合戦の際、那須与一が扇の的を射るにあたり、那須温泉大明神に願をかけながら矢を命中させたことは有名な伝説で、この神社には必勝祈願のご利益もあるようです。それにしても鳥居から本殿までなかなか遠く、石段も多いです。たどり着いた暁にはきっとご利益がありそうな気がしてきますね。はい、到着しました。上から見下ろすとこんな感じです。頑張りました。ダンディーなひげを生やした龍神様ですね。小一位の神社だけあって立派な佇まいです。茶臼岳山頂にある那須温泉神社の奥宮も参拝するので、こちらで安全を祈願しましょう。那須を愛された昭和天皇の歌碑もあります。本殿をさらに奥へ進むと、強烈な硫黄の匂いと熱気が立ち込める不思議な場所、殺生石が現れます。伝説によると、ここには九尾の狐が美女玉藻の前に化け、朝廷をたぶらかした末に撃たれ、今も毒気を放っていると言われています。実際、昔から火山ガスによって野生動物が命を落とすことがあり、殺生石という名の由来にもなっています。最近では2022年に8頭のイノシシが犠牲になったことでも話題になりました。現在は立ち入りが制限され、危険地帯には柵が設けられています。こちらの割れた大きな石が殺生石ですが、もともとは一つの岩だったもの。2022年、自然現象により真っ二つに割れたことで、九尾の狐の封印が解けたのではといった憶測も広がりました。またこの地はかつて賽の河原と呼ばれ、湯の花の採取場としても知られていました。木道の先に広がる景観もどこか異世界のような雰囲気を漂わせます。そしてもう一つ見逃せないのが、子宝に恵まれた人々が願いを込めて奉納した千体地蔵。霊験新たかな地として今も多くの参拝者が訪れています。それでは最後に那須温泉を生み出す火山、那須岳へ登ってみましょう。ガスってますね、これ。山頂はあいにくの天気ですが、山の天気はコロコロ変わるので行ってみましょう。目指すは那須連山を構成する山の一つ、茶臼岳です。茶臼岳は9合目まではロープウェイで登ることができ、そこから徒歩で山頂を目指します。ロープウェイからはたまにニホンカモシカやツキノワグマも見れるとのことです。これ完全に雲の中ですね。9合目までは約4分で到着します。山頂駅から茶臼岳を目指すルートは2つあり、
なだらかな中腹を景色を楽しみながら時計回りに回るルートと、急な斜面を一気に登るルートがあります。私は上りをなだらかなコース、下りを急斜面コースにしました。山頂が晴れてきましたね。美しい稜線。この辺りは秋には金色の絨毯へと様変わりするようです。牛ヶ首というポイントに到着しました。眼下には姥ヶ平とひょうたん池が見えますが、熊さんが怖いので今回は見送ります。まだまだ果てしないです。煙が立ち上っていますね。近寄ってみましょう。これは完全に火山ですね。ちょっと怖くなってきました。茶臼岳は初心者でも登れる比較的優しいコースではありますが、火山特有の足場の悪さや天候の変化には十分注意が必要です。安全のためにも装備はしっかり整えて登ることをお勧めします。難所を越えると幻想的な景色の中に鳥居が見えてきました。雄大な景色をお見せしたかったですが残念です。この日の下界の気温は36度とのことでしたが、ここは22度くらいで気持ちいいです。はい、今回は那須の名湯鹿の湯とその温泉を育む大地の恵みをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。私も濁り湯といえば草津温泉が思い浮かびますが、都心からアクセスしやすい那須にこれほど素晴らしい名湯があることに驚かされました。人混みも少なく、近くには神秘的な神社や名勝もあり、静かに上質な温泉を楽しめるまさに大人の隠れ湯です。さらにここは涼しい高原地帯、夏でも快適に過ごせるのも那須ならではの魅力ですね。次回はそんな那須に昨年誕生したばかりのラグジュアリーホテルをご紹介します。御用邸にも程近く、鹿の湯とはまた異なる源泉と贅沢な客室、そして美食の数々をお届けいたしますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは失礼いたします。